私の名前はキラランツォーム。生まれた時に入れ替えられた本当のお嬢様です。グリーン家が私を見つけてから3日目、父と呼ぶはずだったアリステアが爆弾発言をしました。グリーン家の事業が破産したと。彼が知らなかったのは、私の視界に突然、ちらつくスクロール文字が溢れ出したことです。まるで人生の恐ろしい株価表示板のようなインターネットのライブコメントです。主人公、この家族に丸め込まれそう。かわいそうに。グリーン家は偽物のお嬢様を溺愛してるから、破産を装って主人公をこき使い、働かせようとしてるんだ。キラってほんとバカだよね。死ぬほど働いて金を稼いで、結局騙されてたって知るんだから。旦那は偽物のお嬢様と子供まで作ってるし。最後は高層ビルから転落し。まさに典型的な悲劇アンガスト小説だね。正直、自業自得だよ。家族の愛に必死になりすぎてなきゃ、こんなに惨めな死に方するまで騙し倒されることも、偽物のお嬢様に完璧な人生を取られることもなかったのに。文字が流れていくのを見届けてから、私は向かい側に立っているアリステア・グリーン氏の方を見ました。グリーン家が破産したなら私は異様に落ち着いた声で言いました。私はここを出ようと思います。コメントはもうすべてを教えてくれていました。破産なんて嘘、仕組まれたこと。ゲームをしたいなら私抜きでやってください。1、私の宣言に3人は凍りつきました。アリステアとセレスティ、母と呼ぶはずの女性は衝撃を受けた顔をしています。偽物の娘で私の恵まれた人生を生きてきたパイパー・グリーンでさえ、私を睨みつけていました。キラランツォーム、それはどういう意味？彼女は鋭く言い放ちました。家族が危機なのに、あなた逃げるの？よくもまあ、パパとママの顔を見られるわね。私は実際に笑ってしまいました。長年、彼女こそがこの人生の特権を楽しみ、私の代わりにステーキやキャビアを食べてきたのです。苦しみ、必死に生き、何もかも我慢してきたのは私です。私はグリーン家の恩恵を全く受けていません。それなのに、彼女がどうして顔を見られるのかと聞くのですか？主人公本当にかわいそう。彼女を連れ戻したのは、単に外見がセレスティにそっくりで、外部のものに気づかれたから体裁のためだ。家に連れ帰った後も、ろくに扱ってやらない。破産を装って主人公を働かせ、絶えず問題を押し付け、疲れ果てるまでこき使おうとしてる。真実が明らかになっても、結局彼女をバルコニーから突き落として殺した。それで家族への忠誠心を問うなんて最低。画面がチカチカし、予想された運命のあまりの厚かましさに、冷たい衝撃が走りました。ビルからの転落、それは残酷な結末です。台本を知っている以上、結末を変えるしかありません。私はパイパーをまっすぐ見つめました。グリーン家の地位を享受したのはあなたよ。世間の目には、あなたがグリーン家の令嬢。孤児として育った私に何の関係があるの？私の逆質問に3人は再び言葉を失いました。キラ、そんな言い方はないでしょ？セレスティが駆け寄り、私の手をつかみ、目を潤ませながら言いました。パイパーがあなたの人生を取ったことを恨んでるのはわかるけど、彼女のせいじゃないの。彼女は私の手を強く握り、こっそりと声を潜めました。過去のことは変えられない。あなたが苦しんだのは知ってる。でも、パパもママもあなたを愛してる。どうしてグリーン家がちょっとした困難にぶつかっただけで見捨てられるのよ？涙ながらに真剣な、完璧な仮面をかぶったセレスティの顔を見て、感じたのは冷たさだけでした。コメントはすでに教えてくれていました。グリーン家は入れ替えの真実をずっと前から知り、すべてを調査済みでした。しかし、長年パイパーを育て、彼女を本当の娘と思っている。
私をずれ戻したのは、単に計算づくで、私を安価な労働力、家族の奴隷にしようとしただけです。三人の哀れな芝居を見ていると、私の心は石のように冷たくなりました。キラランツォーム、君が何と言おうと、我々は依然として君の両親だアリステアは威厳を示そうと、固い声で宣言しました。私は議論しませんでした。ただ薄っぺらで無意味な笑みを浮かべました。グリーン氏、あなた方の娘はパイパー・グリーンです。私は違います。グリーン帝国が終わった以上、私はここで用はありません。私は振り向き、ドアを出ようとしました。彼らが私を騙そうとするなら、騙される側にとどまるつもりはありません。キラランツォーム、やっぱりあなたは金の亡者なのね。お金目当てで戻ってきたんだ。パイパーが私を指さして怒鳴りました。少しも家族の心ってものがわからないの？私は彼女に向き直りました。この家族の安楽を享受したのはあなたです。私はグリーン家から一銭も恩恵も受けていません。一体なぜあなたたちのために身を捧げなきゃいけないんです？私の質問に三人は再び言葉を失いました。キラ、どうしてそんなに冷たいの？セレスティは泣きわめきながら私の腕を引っ張りました。やっとあなたを見つけたのに、戻ってきたからには家族を助けるべきじゃない。私はセレスティを見て自分も言葉を失いました。この身勝手さにはめまいがします。私の明確な拒否を見て、アリステアの顔は露骨な怒りで曇りました。彼は隠そうともせずに軽蔑の眼差しで私を見つめました。キラランツォーム、君がそういう人間だとは分かっていた。彼は言葉を吐き捨てるように言いました。本当のことを教えてやろう。グリーン家は破産なんかしていない。ただ君を試していただけだ。君がこんな反応をするなんて信じられない。彼は少し間を置き、私が崩れ落ち、許しと家族での居場所をこうのを待っているのは明らかでした。私は全く動じませんでした。グリーン家が破産していないのなら、私がここに留まる理由はありません。グリーン氏、私はこれで失礼します。彼らの真の意図を知っている以上、社交辞令は無用です。私が去ろうとすると、アリステアは冷笑し、顔は冷たい怒りに満ちていました。キラランツォーム、よく覚えておけ。今日から、お前は私の娘ではない。二度とグリーン家のものだなどと言うな。ご心配なく、グリーン氏私は振り返り、ちらりと彼の目を見て言いました。約束します。この人生で、あなた方と何の関係もないと言い張ることは、絶対にありません。そう言って、私は振り返って歩き出しました。もうグリーン系の期待は捨てていました。救うべきものなど何も残っていません。後ろでは、パイパーがもう慰め始めていました。ママ、パパ、心配しないで。キラはあなたたちを認めなくても、私は認めるから。私はずっとあなたたちの本当の娘よ。ああ、パイパー、あなたこそママの一番愛する子よ。セレスティは泣きじゃくりながら、パイパーを抱きしめました。一方、アリステアは、まだ私のわずかな所持品をまとめている私に焦点を当てていました。この恩知らずめ。どうしてこんな毒蛇を産んでしまったんだ。私は彼を無視しました。誰一人良い人ではありませんでした。コメントは流れ続けます。わろた、台本が変わってる。主人公はこうすべきだって言ったろ。グリーン家は自業自得だ。そうそう。キラは素晴らしいよ。どこに行っても家族の金を食いつぶし、大損させて回るパイパーみたいなドブスとは違う。キラが死んだ後、パイパーは老夫婦を追い出して、橋の下で凍死させちゃうんだよ。慌ただしいコメントを見ながら、私は気づきました。グリーン家は自ら招いた恐ろしい運命へと向かっているのだと。
ならばそうさせればいい。彼ら自身の人生を台無しにさせましょう。グリーン家を離れた後、最初は生計を立てることを心配しましたが、ライブコメントは成功への青写真とも言えるアドバイスを与え続けてくれました。具体的な儲け方まで教えてくれます。数ヶ月のうちにコメント欄のヒントに従って私はそこそかな資本を築きました。筋書きが完全に狂ってる。主人公はグリーン家のリソースを横取りするだけでなく成功してる。気づいてない？彼女、私たちが提案することなんでもやってる。これこそ読みたい話だ。キラがグリーン家に這い戻らない限り、私は見続けるよ。ある日、新しいオフィスで遅くまで働いていると、コメント欄が突然再び燃え上がりました。主人公の男性が登場。私は手を止め、眉を上げました。主人公の男性？誰のこと？注意してね、彼は完全なクズ男だよ。表向きはキラと付き合うけど、実は偽物のお嬢様と寝てて、妊娠までさせてる。それなのにまだキラと結婚するつもり。こんなゴミ男、主人公をダメにしないでよ。アンガスト列車、そろそろ出発？コメントが飛び交う中、私の携帯が鳴りました。画面に表示された名前を見て、私はすぐに主人公の男性が誰を指すのか理解しました。ノア・ブラックウッド。私の初恋の人です。私たちは高校時代の恋人同士で将来を誓い合いました。でも卒業後、ノアは海外の大学に行き、私たちは完全に連絡を絶ちました。今になって彼から連絡が来るとは思いませんでした。キラランツォーム、俺戻ってきた。君に会いたいんだ。私はライブコメント欄をちらりと見ました。主人公は知らないけど、偽物のお嬢様はノアがキラの理想の初恋、白月光だと知っていて、彼が海外にいる間技と出会いを演出したんだ。ノアと偽物のお嬢様はもうベッタベタで、彼は彼女がキラを傷つける計画を手伝ってる。偽物のお嬢様、ノアの子供を妊娠中。情報がつながりました。知るべきことはすべて知りました。ノア・ブラックウッド私は好奇心を装って言いました。なぜ私に電話を？高校時代の幻想の最後の残りカスも一瞬で消え去りました。彼と関わり合うつもりはありません。キラランツォーム、俺は君のためだけに戻ってきたんだ。彼の声はいたずらっぽく真剣でした。空港まで迎えに来てくれないか？私は首を振りました。ダメよ、ノア。仕事があるから。会えないわ。彼が反論する前に電話を切りました。今の彼に興味はゼロです。あわ。主人公、台本から外れてる。そうこなくちゃ。あの男が主人公だなんて誰が決めた？そんな悲劇いらないよ。画面がブンブン言い、私は仕事に戻りました。でもノアはしつこいです。キラランツォーム、すごく会いたかった。去ったことが悪かったのはわかってる。でも多田くんに会いたいんだ。電話の向こうの彼の声は必死に聞こえました。わかったわ。一度だけ会いましょう。少し考えました。彼らが何を企んでいるか見る必要がありました。ダウンタウンのビストロでノアと会いました。彼はもう席についていました。私を見ると立ち上がり、まっすぐ私の方に歩いてきました。彼はまさに記憶通りの陽気でハンサム、魅力的な外見です。もし知らなければ、その外見だけで私は弱っていたかもしれません。ライブコメント欄は今、ノアの様々な欠点に対する怒りのコメントで大荒れでした。私は彼の向かいに座りました。私に用があるの？キラランツォーム、君に会いたかったノアは熱烈に見つめながら言いました。君を忘れられなくて戻ってきたんだ。信じるな主人公。このクズ男、
この会う直前まで偽物のお嬢様とベッタベタだったんだから。私は心からの面白がった笑みを浮かべました。ノア、私たち、もうずっと何でもない間柄でしょ？それが用事ならもう行くわ。キラランツォーム、もう俺のこと愛してないの？彼はテーブル越しに手を伸ばし、私の手首を慌ててつかみました。永遠に愛するって約束したじゃないか。俺が去るとき、君はどんなに時間がかかっても待つって言った。私はすぐに手を引っこ抜きました。ノア、あなたとパイパーのこと、本当のこと知ってるんでしょ？彼の顔は一瞬で血の気が引きました。明らかに私が彼とパイパーの関係を知っているとは思っていませんでした。完全にパニックに陥っている様子です。キラランツォーム、何の話してるんだ？俺とパイパーの間には何もないよ。彼は慌てて取り乱して言いました。彼の嘘を聞く気にもなりませんでした。私は立ち上がり、その場を去りました。レストランを出てすぐ、入り口近くで待ち構えるパイパーグリーンの姿が見えました。彼女は冷たく怒りに満ちた目で私を睨みつけました。キラランツォーム、この恩知らずの毒蛇め、ママとパパが会いたがってるのよ。私は彼女の横を通り過ぎ、命令を無視しました。彼らが諦めていないことは分かっていました。特にここ数ヶ月、私が自分の会社をいかに素早く成功させたかを見て、彼らは私をグリーン家のために働かせたがっているのです。でも、私は二度と戻りません。それに、アリステアとセレスティは、パイパーの経営失敗のおかげでグリーン社が破綻の淵にあり、あと一押しで崩壊する状態だという事実に全く気づいていません。それは私の問題ではありません。私が去るのを見て、パイパーの顔は怒りで歪んでいました。彼女は突然飛び出してきて、私の腕をつかみました。キラランツォーム、この裏切り者。彼らはあなたの本当の両親よ。違うわ。私は彼女に冷たく見下すような目を向けて言いました。あなたの本当の両親は彼らよ。私とは関係ない。二度と私を探しに来ないでそう言い終えると、私は腕を引き抜き、去ろうと振り返りました。キラランツォーム、どうしてそんな風になれるの？ママはあなたのことで何度も泣いたのよ。彼女は必死に懇願しました。ちょうどその時、ノア・ブラックウッドがレストランから駆け出してきて、騒ぎに加わりました。キラランツォーム、自分の両親を拒否するなんてあり？彼は私の行く手を遮ろうとしながら詰め寄りました。キラ、僕の言うことを聞いて家に帰るべきだ。私は二人を一別し、何も言わずに歩き続けました。オフィスに戻り着く前にアシスタントが飛び込んできました。社長、ネットで誰かがあなたを誹謗中傷しています。ウェブサイトを開くと動画が再生されていました。アリステアとセレスティがカメラの前で涙ながらに自分の実の娘である私が彼らを見捨てたと非難しているのです。私は彼らの哀れな芝居を見て実際に笑ってしまいました。アリスタイアとセレスティは彼らの生活がいかに苦しかったか、そして私、彼らの身の娘が彼らを認めようとしないことを延々と話しました。ライブコメント欄は私を不幸な娘と非難する言葉であふれていました。